はじめまして、東大農学部の金子でございます。よろしくお願いいたします。私は、海水魚のエラからセシウムが排出されるというタイトルで話をさせていただきます。そもそも私は魚の浸透圧調節という分野の研究をしております。放射能の研究を特に専門でやってるわけではございません。それで、簡単に浸透圧調節って何かと言いますと、意外と皆様ご存知だと思います。今ここにいますの金魚です。金魚っていうのはいわゆる淡水魚で、金魚を海水に入れるとどうなるかと言いますと、これ死んじゃうんですね。おそらく皆さん当然死ぬだろうとお思いだと思いますけども、じゃあなんで死ぬんだろうってことはあまりお考えになったことないかと思います。あるいはこれはトラフグですけども、これはいわゆる海水魚で、これを真水に入れるとやはり死んでしまいます。同じ魚で水が好きなはずなのになんでそんなことが起こるんだろうということを調べているのが、浸透圧調節研究の分野でございます。そして私がよく使う魚、これあまり見栄えのよろしくない魚なんですけども、ティラピアと言います。これは、沖縄で取ってきてる魚なんですけども、ティラピアとピラニアとは違います。東南アジアでよく食べる結構美味しい魚です。私もよく食べますけども、お腹が空くと研究室で食べることもあります。ですね、でこの魚を実験材料としていろんな研究をしてきたんですけども、たまたま2年ほど前からカリウムに関する研究を始めました。で当然カリウムと、今思えばセシウムというのは非常に性質が似てるという、お話先ほどからございましたけども、でカリウムのことがある程度分かったんで、じゃあセシウムはどうだろうということをやってみると、結論から申しますと、エラからセシウムを積極的に出しているということが分かったわけです。その経過を含めて、簡単にご説明させていただきたいと思います。まずは最初に海水魚のってどういう状況に置かれているのか、放射能とは直接関係ございませんけど、理解するためにしばらくご辛抱いただいてご理解いただきたいと思います。海水の塩分濃度っていうのは 3.5% ぐらいあります。これしょっぱいです。舐めるとかなりしょっぱいですよね。それでじゃあ魚の血液、体内の塩分濃度はどのぐらいかというと 0.9% です。血液よりも随分薄いんですね。実は魚といえども脊椎動物で私たち人間の仲間です。ですから血液の塩分濃度は魚と皆さんとほとんど同じです。ということは、海水の魚というのは非常に体よりもしょっぱいところにいるんで、困ったことに勝手に水と塩が動いてしまいます。こんなことを想像してみてください。白菜を塩につけたらどうなるか。脱水して水が抜けて塩が入ってきてしょっぱくなります。同じことが魚でも起こっちゃうんです。特にエラを通して水が抜けて塩 NaCl が体に入ってきて、いわゆる塩漬けの状態になりがちなわけです。ところがきちっと生きている魚はしょっぱくありません。皆さんマグロのお刺身食べるときにどうします？大体お醤油つけますよね。もし海水が染み込んでたらお醤油つける必要ございません。わさびだけで粋な食べ方ができるわけですけども、実際には、こういうふうに、体の中を外よりも薄くしてるんです。そのために何をしてるかというと、2つのことをしてます。一つは不足する水を補うために海水をガブガブ飲みます。でこれしょっぱい海水を飲んで水分を補給するっていうのは我々人間にはできないことです。ところが魚はしょっぱい海水から水を取り込むことができるんです。あともう一つ、勝手に入ってきてしまった塩、これはどうするかというと、これが私の話の中心になりますけども、この辺にあるエラからエネルギーを使って一生懸命出してるんです。どんどんエネルギーを使って塩を出すことによって体の塩分濃度を外より薄く保ってるんです。ですから魚は気楽に泳いでいるように見えるかもしれませんけども、海で泳いでいる魚というのは生きていくために非常にエネルギーを使っているんです。という魚の苦労をちょっと理解していただきたいなと。それでこちらに図がありますけども、実はエラというのは呼吸器官ですけども、塩類細胞と呼ばれる特殊な細胞があって、この細胞がエネルギーを使って、能動的にと言いますけども、体内の塩を一生懸命排出しております。で皆さん魚のエラを見たことおありだと思います。日本人アジの塩焼きとか必ず食べますのでエラを見たことあると思いますけども、じゃあかといってエラをまじまじ見たことある人っていうのは少ないんじゃないかと思います。簡単に説明しますと、これ魚の頭部ですけども、これを水平方向で切ったところです。
そうすると、この V 字型に見えるのがエラですけども、左右4対のエラが存在します。そして口から入ってきた水は、エラの隙間を抜けてエラ穴から抜けていきます。で水を飲むときは食道の方に行くわけです。で、8つあるエラの1つを斜め上から見るとこんな感じになっています。真ん中に軸があって左右交互に細弁と呼ばれる構造が伸びています。細弁ってエラの弁と書きます。ちなみにエラというのは魚に思うと書くわけですけども、でその細弁の上にさらに二次細弁と呼ばれる、ちょうどラジエーター、車のラジエーターあるいは、エアコンの室外機のように表面積を広くする構造が存在しています。で下にある写真、これは操作電源による写真ですけども、実際のエラの表面を見たところです。これ全体が細弁で、ここにひだひだがいっぱいあるのがお分かりになるかと思います。でここの平らな部分なんかボツ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 してますけども、これを勾配で見るとこれになります。でここに指紋状の構図が見えますけども、これは英語で言うとペーブメントセルと言います。ペーブメントというのは敷石です。非常に薄い細胞が表面を覆うように並んでいます。これは、ガス交換、呼吸ですね、呼吸を行う場所です。そしてところどころにポコ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 穴開いてます。これは何かというと、実はこれが塩類細胞です。正確に言うと塩類細胞の頭です。カッパの頭みたいなもんで、本体はこの下にありますけれども、口がここに開いているという状況です。で海水の魚はこの塩類細胞から塩を出します。どんなイメージかと言いますとこれです。塩類細胞があって、細胞膜の上にいろんなイオンを輸送するタンパク質があります。あまり細かいことは説明しませんけども、これはすでに昔から分かっていることなんですけども、塩化物イオン Cl- を通す穴がここにあったり、あるいは細胞と細胞の間をナトリウムが通ったりして、結果的にこの構造から Na と Cl、 つまりお塩が排出される。これは、以前から分かっていたことです。で私どもが、その前に実際に塩がどうやって出るか画像化したものがあります。イメージなんです。本物ではありませんけども、これが先ほどのエラです。でここから塩が出てくるんですけども、これはほとんど同じような位置の塩類写真です。でこの茶色に見えるのが塩です。厳密に言うと Cl 塩化物イオンです。 NaCl の片割れですね。で塩類細胞から出てるところなんですけども、うまくすると動くんですけども、動いてきたかな。動いてきましたね。この辺見ててください。この辺だんだん濃くなってきます。つまりこの穴から塩が出てきてるイメージです。つまり、繰り返しになりますけども、海水魚のエラの塩類細胞は一生懸命塩を出すことによって体の塩分濃度を海水より低く保っていると。ここまでご理解いただくと、ほとんどあとは簡単に理解できます。ですね、次に、カリウム、セシウムに行く手前ですけども、カリウムが排出されるということを私たちは明らかにしました。で実はその塩類細胞、同じ塩類細胞からカリウムが排出される。カリウムも実は海水中の方が体の中よりも高いんです。ですからどうしても出さなきゃいけない。でカリウムが出ていることを証明するためにどうしたらいいかというと、いろいろ工夫したんです。イオンですから、カリウムっていうのはK プラスというイオンですので、水に溶けてるもんなんで出てきてもすぐどっか行っちゃうんです。それにイオンというのは目に見えません。ですからなかなかよく分かんない。で目に見えるようにするためにはどうしたらいいかというと、ちょうどいい試薬がありました。ここにあるちょっとややこしいテトラフェニル放酸というのがあります。でこれはカリウムイオンと反応して不溶性の沈殿を作ります。つまりエラから出てきた瞬間にこのフェニル放酸があると結合して沈殿物を作っちゃうわけです。そうすると溶けないんで、後からゆっくり見ることができるわけです。で実はこれがそうです。これがエラの表面、エラの表面に、テトラフェニル放酸を置いといた状態です。そうするとこの辺ちょっと見にくいですけど、黒いブツブツが見えます。これが、テトラフェニル放酸とカリウムが結合してできた沈殿です。でこれ同じ写真なんですけども、先ほどの塩類細胞を赤く染めたものです。そうすると赤い塩類細胞の上に沈殿があるのがお分かりいただけるかと思います。つまり、塩類細胞の上に、カリウムの沈殿がどうもあるらしい。ただこれだけだと研究者としては納得できません。それで別の方法で確認しました。これが操作電子顕微鏡による、写真です。ここにあるのは沈殿です。
塩類細胞の上にできた沈殿がちょっと白っぽく見えてます。でこれを、元素分析という特殊な方法でカリウムのある場所を調べたものがこれです。でこれとこの元々の画像とカリウムの元素分析の結果を重ね合わせたのがこれです。そうしますとこのブツブツの沈殿の上にカリウムがあるということが分かりました。つまりここで塩類細胞は NaCl だけじゃなくてカリウムも排出するんだということが分かったわけです。それでここは簡単に走らせていただきますけれども、それをカリウムを排出を可能にする分子機構といいまして、どんな遺伝子どんなタンパク質が関係しているのかということを調べた結果、簡単に申しますと ROMK というタンパク質が関わっているということが分かってきました。これは塩類細胞を緑色に染めて ROMK というカリウムを通す穴ですね、穴を赤く染めたものです。でこっちとこっち何が違うかというと、こっちは普通の海水です。こっちはカリウムだけをちょっと濃くしたカリウムを倍濃くした人工海水です。環境水のカリウムが高いと体の中にどんどん入っていきます。ですからその分一生懸命カリウムを出さなきゃいけないわけです。でよく見てみますと、高カリウム人工海水の方がこの赤いシグナルが強いということがお分かりいただけるかと思います。さらに細かい阻害実験というのはこのチャンネル、カリウムを通す穴を塞ぐと出なくなるといったようなことを確認することによって間違いなく、NaCl を出す塩類細胞が実はこの ROMK というタンパクを介してカリウムも排出しているということが証明できました。でいよいよ本題のセシウムなんですけども、これ周期表の一部を抜き出したものです。先ほどから話ございましたけども、セシウム、ルビジウム、カリウムというのは非常に似たような性質を持っております。で多くの生態の中で、ほとんど同じ挙動を示すことが知られております。いずれもアルカリ金属に属するものです。それで、先ほどと同じようにそのテトラフェニルホウ酸という沈殿を作る薬を使ってルビジウムやセシウムも沈殿ができることを確認されておりますので、これを使ってエラからルビジウムやセシウムが出るか調べてみました。どうやってやったかといいますと、セシウムやルビジウム普通体の中にありません。魚の体の中にありませんので、注射器を使ってエラに行く血管にあらかじめセシウムあるいはルビジウムを注射しておきます。それで、テトラフェニルホウ酸で沈殿を形成すると確かに沈殿ができました。そしてやはり、塩類細胞の上に沈殿ができることが分かりました。でこれだけではやっぱりまずいんで、もうちょっと丁寧に調べてみました。これは操作電子顕微鏡でできた沈殿を見たものです。でこの上に白い矢印がございます。これはこの白い矢印に沿ってカリウムやルビジウム、セシウムがあるかどうかを調べたものです。そうしますとルビジウムを打ったエラですと、こうスキャンといいますけども操作していくとちょうどこの沈殿のあるところだけカリウムが出てきます。そして同時にルビジウムも出てきます。かたやセシウムを注射したエラではカリウムが出てくるのと同時にセシウムも出てきます。このことはどういうことを意味しているかというと、セシウム、ルビジウム、カリウムは同じ挙動を取りますので、生体内に入ってきちゃったたまたま入ってきちゃったセシウムはカリウムの排出経路を介して外に出ると、それもなんとなく出るんじゃなくてエネルギーを使って積極的に出しているんだということが分かってきたわけです。これで見てみますと、体の中に入っちゃったセシウム、あるいはルビジウムもそうですけども、カリウムの排出経路と魚は区別せずにセシウムをあるいはルビジウムをこの ROMK というタンパクを介して体外に排出する。でこれはエネルギーを使った積極的な物質の移動であるということになります。以上の結果をまとめますとこういうことになります。海水魚のエラの塩類細胞からカリウムが排出されることを示し、その分子メカニズムを解明しました。でセシウム、ルビジウムがカリウム排出経路を介して塩類細胞から排出されることを明らかにしました。
で3番目に海水魚のエラからセシウムが能動的に排出されることが世界で初めて証明され、本成果は魚体内におけるセシウムの動態の全容解明につながるものと期待されます。これをどうやって利用するかというと、例えばカリウム濃度を高くすればそれだけカリウムの代謝が早くなります。そうすると中に入っちゃったセシウムがそれにつられて出てくるといったようなことが理屈の上では考えることができるということであります。とりあえずこの辺で失礼します。先生ありがとうございました。